大家族防災助の長女のいおりと長男の有馬と次男のおりとジョーです。私たちは今まで何個か、バイリンガルの話だったりとか教育の話だったりとかそのハーフである視点からいろいろ動画を出してきたんですけれども、結構私たちの視聴者の中で特にハーフの子供を持つ親の方々で多いんですけども、その中でも YouTube のコメントでよくそのハーフとしてのアイデンティティについて知りたいですっていう質問がすごく多いんですね。で実際私たちもハーフとしてそういう悩む時期とかもあったよね。ハーフとして日本で俺たちは主に育って、アイデンティティに形成の時期に悩むことが多分特に10代とかがねそうすごいアイデンティティに悩む時期があったなっていう私たちもやっぱり経験したことがあるので、今回は自分たちだったりとかハーフの子供を持つ親の方々に向けて私たちがよくアイデンティティについて聞かれる質問をまとめてみたので答えていきたいなと思いました。なので本日は5つまとめてきましたので答えていきたいと思います。最初の質問が、オーストラリアと日本がスポーツで対戦した時にどっちを応援しますか？めっちゃ聞かれるんだよこれは特にサねッカーさめっちゃサッカー多いね。1日5回ぐらい聞かれるそれ多すぎたね。誰からサッカー界で多分働いてる人はそうかもしれないけど、そうだね。そうワールドカップの予選とかワールドカップでよくワールドカップの時に聞かれた。で実際俺たち日本対オーストラリアの試合を見よった時にニュース番組森人君ってこれオーストラリアと日本どっち応援するんですか？今はオーストラリアです。今オーストラリアなんだ。そう昔は日本を応援してました。なんでなんか子供の時はどっちを応援したらいいか分かんなくて、でなんか日本強かったし日本を応援してた時もあって、でオーストラリアが強かった時はオーストラリアを応援したりとか、その時に変えてました。それってずるくない？あんた誰？こんな感じで聞いてくれよ。そんなうざいレポーターテレビ番組の取材で試合がある時に日本対オーストラリアが来て取材されたりとか。あったね、小学校のジョーもあったの。そう、俺も2006年のサッカーワールドカップの時に日本とオーストラリアが確か予選で対決しとって、その時にテレビ局が俺の親父の友達の家に来て、俺たちもそこで観戦してでインタビューされたよね。俺と弟がどっちが勝ってほしいですかって言われて、俺は12歳で、それは父親か母親どっちが好きですかっていうのと同じ質問ですっていう答え。そうなんだ。っていうふうにいい答え方。私はちなみに日本におるときはオーストラリアを応援して、オーストラリアにおるときは日本を応援するんよ。なんでかっていうと、やっぱオーストラリアにおるときは日本がすごい恋しくて、で日本におるときはオーストラリアが恋しいけどうしてもその向こうに勝ってほしいっていう気持ちがあるけ。オーストラリアおったらみんなオーゼーオーゼーオーゼーってなるじゃん。そしたらさ、日本がかわいそうってなるよね。子供の時は結構どっちかを応援しがちだったけど、大人になってから試合見るときに結局どっちが勝っても嬉しいよね、っていう感じになった。そうだね、確かにどっちが勝っても嬉しい。そうどっちも応援してどっちがスポーツとして楽しむようになったことね。で一回さ、私たち兄弟4人でさ観戦しに行かなかった。2012年のワールドカップ予選ブリスベンだったね。でその時にフェイスペイントしたんだけど、半分日本半分押されてた。そうで国歌斉唱もどっちも歌ってこいつどっち応援したんだよって周りから見る。 JPN とオースって書いたよね、確かどっちもに。写真確かあったね。そんな感じでどっちも応援しとる。ちょっとアイデンティティの意味としてね、やっぱり自分の母国の2カ国が戦っとる時にどっちを応援するかってやっぱり気になるんだよね。一番されてきた質問かもね、これ今までで。1日5回。特に日本とオーストラリアだったら聞かすぎ海が多いけん対戦するしか機会がスポーツ。どっちかが一方的に負けるっていうのが嫌なんだ。あ、そう。ああ確かにそれは分かる。どっちも強くあってほしい。そう、負けてほしくない。そういう感じかもしれない。じゃあ第2問目、どっちの国が好き？これも結構聞かれる。どっちに住みたいとかよくも聞かれる。聞かれる。どっちが住みやすいとか、どっちがいいとか。どっちとは言わんけどね。どっちもいい。プロゼンコンズがあるっていういつも。あと年齢とかその時のシチュエーションによって違うかも。例えば大学生の時は私はもう大学はオーストラリアでやりたいと思ってたし、でも社会人は私の場合は日本で最初キャリアを始めたいなっていう思いがあって、その年齢だったりとかその人生のステージによってどこの国に降りたいかっていうのが変わる。でもそれ好きっていうことでもないんですよね。どっちも好きだけ、俺たちは特にどっちの国にも行く機会が与えられとった分、結構考える機会があった質問かもしれない。俺でもこれさっきの質問とちょっと違う気がするんよね。
さっきのスポーツでどっちが勝つかっていうの決まるけど、国ってどっちが勝つかとかないわけやん。でどっちが好きかっていうのはどっちかが好きでどっちかが好きでもないっていうことが前提になってるから、その前提がまずおかしいかなと思うね。どっちも好きかどっちも嫌いっていうこともあるから、だから俺はどっちも好き。どっちの国も好きですって答えるね。感覚が分からんけ聞くんじゃない？まあなんかでも気になるだろうなっていうのはなんとなく分かる。分かる分かる分かる。俺はさっきのサッカーの時に質問された時に12歳の自分が何も考えずにこう答えたことがこれにも当てはまるかなと思うね。どっちが好きかっていうのはやっぱ俺らのその国に対するコネクションって親が大きいから、どっちかの親が好きっていう風になってしまうから、そういうことは別にない。はい、じゃあ次、自分のことを何人だと思っているか。あ、これも聞かれる。何人？そうだね。私は日本ではもうめっちゃ日本人っていうのをアピールしとったんよ。なんか外人って言われるのがすごい嫌で、特に10代小学生とかがピークかな。子供たちって何も思わず外人とかって言うじゃん。それがすごい嫌で、私は日本人であるっていうのをすごい日本ではアピールしとった。だけど日本で聞かれたら私自分のことを日本人と思ってるって言っとったんよ。オーストラリアではオーストラリア人としておりたかったけど、日本ほど外人とかは言われんけど、オーストラリア人ですって自分のこと紹介しとったし、だけどっちも自分のことをオーストラリア人だと思ってるし日本人だと思ってるけど、日本では日本人でおりたかった、オーストラリアではオーストラリア人でおりたかったっていう、特に小学生ぐらいの時はそれがすごい強かった。それは他の人と違うのが嫌だっていうこと？そう、他の人と違うのが嫌だった。小学生の時ってなんかみんなと同じがいいじゃん。目立ちたく、変な意味で目立ちたくないじゃん。でなんかこう、ね、外人とかやるの嫌だったし、なんかその時は悪い意味で目立つのが嫌いだった。だけ溶け込みたかった、英語とかで話しかけられても英語喋れんふりしたり、なんか今でもあるよ。でも例えば会社で名刺交換とかする時にやっぱり相手は分からんけど私の顔見てあって英語の名刺を見せてくる。でそういう時に私は日本語でお願いしますみたいな言ったり、ある意味今でもそういうコンプレックスがちょっとあるのかもしれないけど、昔ほどではないけど、でもそういうアピールをしとる自分はおる。特に日本ではね、やっぱ見た目がどうしても日本人じゃない。周りからどう見られてるかっていうのを意識するよね。絶対私のこと日本人だと思ってないわって思ったら、そう接した方が、その体で接した方が楽な時はある。オーストラリアおる時でもオーストラリア人として振る舞った方がその場合やりやすいかったりする施設あるじゃん。そういう意味では時と場合によって答え方変える時あるかもしれないと思った今。オーストラリアでおる時はたまにオーストラリア人って言うし日本人っていう時もあれば、シチュエーションによるかもしれないと思った。確かに聞かれる人とか場所とかその時の環境だったりシチュエーションによって言うこと変わるかも。確かに俺一時期オーストラリアに行ったばっかの時とかで日本人とかっていうのがバレんかったのが嬉しかった時あって、分かるかも。普通のオーストラリア人で日本だったらさ日本語お上手ですねみたいな感じで言われるじゃん。で完全にさ区別しとるじゃん。でオーストラリアで普通に英語で喋って日本人って分かった時にめっちゃびっくりするとかの時に、それまでちょっと分からなかった。そうで嬉しかったことはある。I didn't think you were Japanese. アクセントローみたいな感じで言ってくるじゃんよく。そういう時は嬉しかった。私たちの場合さ、オーズイなんじゃって認められた感。私たちの場合はさ、見た目では絶対思われんけど名前で初めてやっぱめっちゃ日本語の名前だけどさ、Where's that name from? で、Oh, it's from Japan で初めて Well, you're Japanese? What? みたいな。だけど名前どんな名前かによって変わるよね。ジョーの場合はさ結構オーストラリアでは絶対に確かにね英語の名前じゃん。ちょっとまた違うかもしれない。そうね。俺はこの何人だと思うかっていうのは日本におるときはなんか周りと違うことがあれば、オーストラリアに住んどった経験があるからとかオーストラリア人だからじゃないかっていうふうに思ったり、自分で思う。今度はオーストラリアに行くとオーストラリア人がこういうふうにしとるけど俺はこう考えるから日本人なんじゃないかなって思ったり、ただそれが文化が影響してるのかただ個性なのかっていうのが分からなくなったりするね。さっきの名前で言うと本当に俺がびっくりしたのが日本におるときは俺と同じ名前の人とかおらんかった。だけどオーストラリアに行ったときに自分の名前を言ったときに誰にも驚かれんっていうのがショックやったね。で今昔この質問されとったら多分どっちかの日本人かオーストラリア人って答えとったと思うんだけど、今聞かれたらもう地球人っていうようにしとる最近は。そう地球の人類の一人として地球人っていう風にしとるっていうのは日本とオーストラリアに住んで、特にオーストラリアはさ移民が多いけ日本人何人であるかっていうのがそんなに気にならなくなる。なんかそういうレベルでなんか
人と接しない薄れてきたっていうか、ある意味アイデンティティがちょっと薄れてきた分地球人の一人としてご要望する手のアイデンティティが強くなった。もう有馬から見たらさ、動物と接しとるからさ、もうなんか動物の中でいろんなカテゴリーだってさ、俺たち人間っていう一つのカテゴリーでみんな一緒だからさ、そうだね。その何人とかいうレベルじゃないんだよ、何人っていうレベルじゃない。人間なのにそう人間じゃん、人間人間人ホモサピエンス。カタカナの人。そう人って書くて。次の質問、はい、はい。ハーフだからいじめられたことはある？日本でからかわれたりしたことはあったね。そばかすがあったからなんかそれをめっちゃ言われた。日本でそばかすいっぱいある子供あんまおらんよ、ね。オーストラリア行ったらいっぱいおったけど、頼るね。自分よりももっと多い子おったけど、そばかすでずっとなんか言われたね。それは嫌だった。いじめって呼ぶかどうかわかんないけど、俺も見た目ベースで悪口というか言われて、半分とか例えばハーフだから半分って言われてこう喧嘩売られるみたいな。でもそれをなんか俺はいじめとは受け取らなかったけど、ただなんか幼少期の時の友達同士の喧嘩の悪口の返り討ちにしようって。返り討ちにしようって。中学生の時に何回か中1の時に何回か喧嘩したんだけど友達とそれはボコボコにしよう。俺とが強いからみんなできることじゃない。そうでもいじめのね、いじめってどうやって捉え、そういじめられた人しかわからん部分もあるけどね。ハーフだからっていう理由でいじめられた人はいっぱいおると思う。あると思うね。でもハーフじゃない人もいじめられるじゃん。だけ、結局、ハーフじゃけっていう理由でいじめられる人ももちろんおるじゃろうけど、個人的に私はその時はいじめって感じてなかったけど、大人になって思い返した時に、あの人もしかしたら私のこといじめようとしとったのかもしれんっていうのは何個かある。ただ私はその時はそう感じなかった。でもさっきみたいに外人って言われたり、なんか嫌なことを言われて傷つくっていうのはあったけど、それがいじめとかに発展するかって言ったら発展しせんかったけど。なんで発展せんかった？私が多分いじめとして捉えてなかったけ、私の多分反応で発展せんかったの。だから私がどういう反応してた？仲いい人からは言われてなかったけ、例えば野外活動とかで初めて会う子供たちと一緒に活動するときに他校の人とかが「うわ学校外人おるで」みたいな。でも別にその人とそれ以上関わらんけ、別にそれがいじめに発展することはないけど、私のことをよく知っとる人はさ、別に私のこと外人って呼んでこんし、だけど周りにおる人からそういういじめっていうのはなかったと思う。で最後の質問、アイデンティティに関するコンプレックスはあった？でなかったら亡くなったきっかけとかを。私の場合は昔はすごいあった、で今はないことはない。多分ちょっとはあると思う。なんかいろんな場面でやっぱりちょっと感じることがあるけ、今は完全になくなったっていうことはないけど、大人になってちょっとそのコンプレックス克服したっていうのはあるけど、特に小学生の時が多分一番アイデンティティに関してはピークで、さっきのいじめの話じゃないけど、日本で特に、外人とかって言われると、なんか私は日本人だと自分のこと思っとるのに、日本人だって認めてくれんのはなんでなんじゃみたいな、そういう意味でのやっぱりアイデンティティのコンプレックスが昔あった、でも中学生高校生ぐらいになってなんか日本でのそのハーフに対するみんなの見方がなんか変わったような気がして、それこそテレビとかでもハーフモデルとかハーフに対するみんなのこう考え方がすごい変わったような気がして、高校生中高ぐらいになって初めてハーフいいなとかハーフ羨ましいなっていう見方で見られるようになってから、ちょっと私も考え方が変わった。なんかコンプレックスいうのではなくて、ちょっともうちょっとプライドみたいな、ハーフでよかったって思えるようになった、その大人になるにつれて。そのテレビで出てくるハーフタレントってやつもさ、俺が多分中学生ぐらいの時に結構流行って、でもそこに出てくる人たちってモデルとかばっかりで、見た目がいい人たちばっかりやから、ハーフイコール見た目がすごいいいみたいな、背が高いみたいな印象があって、中学校の頃俺名前はハーフの名前だけど、見た目はそんなにこうハーフって感じじゃなくて、かつ細くて背が低くてみたいな感じで、全然今と違うね。それである意味多分残念なハーフみたいな感じのがあったから、逆にそれをコンプレックスだと思っとったし、人種によっては全然そのハーフって白人ハーフだけのことをみんな考えるから、そこにこう当てはまらないハーフの人たちっていうのがいっぱいおると思うね。
今俺は小さい頃は結構コンプレックスというかアイデンティティクライシスというか自分が何人なのか周りとなんで違うのかっていうのを考えてたけど、あるきっかけがあってそれを考えなくなって、それは20歳の頃に地球一周のクルーズの通訳を、合計2年間近くして70カ国ぐらい船でいろんな国に行って回って、いろんな民族とかいろんな言語とかいろんな文化に触れ合って、自分が今まで狭い世界で感じてたことっていうのがすごいちっぽけだなと思うようになって、いろんな国には本当にいろんな民族が混ざり合ってるところもあるし、複数の言語を話すところだっていっぱいあるし、そういうので見ると自分がなんか普通って何なのかっていうか、自分が持ってる普通っていうのはただ自分の価値観であって、本当は、このハーフであることってすごいこの地球上においては普通なんやなっていうふうに思って、それで、そういう経験もあるし、あとはうちのオーストラリアにおるおじさんが家系図を研究しとる歴史学者で、うちの家系図も何百年前遡って研究しとって、その中で、DNA 鑑定とあと家系図のデータベースからいろんな国から本当に来とるっていうのが分かって、あとなんか西アフリカの血もちょっと入っとるみたいなのが分かって、それで今の国籍とかっていう新しい概念で人を判断してしまうけど、でも俺たちって本当にいろんな国から来とるわけで、日本とオーストラリアにとどまらないわけない、実際。だからそれを知るとこのコンプレックスはあんまり考えなくなったし、逆に俺はそこまでいろんな国に行っていろんな人と触れ合った経験ができたからこそそれを考えられるようになったから、そういう経験をしてない人がそういうふうに考えられるとは思えないというか、きっかけがあるかどうかの違いだけど、そういう人たちに対して俺のことを理解してくれっていうふうに、本当は理解してほしいけど理解することを期待しすぎるのもちょっと良くないかなって思う。ジョーが全部言ってくれた。結構これ以上は一緒だね、割と。この時は多少の、コンプレックスとまでは言わんけどね、俺は。そう英語使いたくないとか、それぐらいはあったけど、褒められたりすることが多くなって、それこそ中学校とか高校とか英語の授業とかやり始めて、小学校の時なかったじゃん、英語とか。俺は何人とかってそういう自分に問いかける。何人は俺は覚えてない。てかない。俺の場合は中学生の時に一番アイデンティティクライシス、コンプレックスがあったなと思って、それこそそのワールドカップで日本とオーストラリアが対戦する時に、あれ俺日本に長く住んだのね、オーストラリアを応援してる自分がおったりとか、そういう時に何人なんだろうって思ってた時期は中学生が一番だったけど、オーストラリアに行ってからいろんな移民の国じゃけ移民の人たちとか日本人以外オーストラリア人以外の人たちと触れ合う中でだんだんいい意味でコンプレックスがなくなったというか、日本人でもオーストラリア人でもないというか、そういう何人という意識がなくなって地球人っていうのを思うようになってから、あんまりこう悩むことがなくなった、自分のコンプレックスとかアイデンティティに関して。なんかさ、アイデンティティに対するコンプレックスがないって言ったけど、今考えよって小学校の時の出来事とか、一つ、人種じゃないけどなんかハーフとかミックスの人もおれば障害者とかもおるじゃん、小学校って。で俺が小学校の時も障害のダウン症の同学年におったりして、でそういう子たちがなんかいじめられたりとか、なんか変な悪口言われたりすることがめっちゃ嫌だったね。普通じゃん、障害だったらちょっと普通と違う発達障害の人とかとめっちゃ仲良くしたり、休日休みの日にキャッチボールして障害のダウン症の子2人で遊んだりとか、いじめられとるところを止めたりとか、あとはなんか障害じゃないけどなんかこの辺ここがさ切れるやつだな、そうの人がおったよ、クラスで一緒に演劇かなんかしよって、でなんかその子が滑舌悪いからなんか言われてブチギレたことがあってそうなんでそんなこと言えんやんみたいな感じで、そいつとその演劇もそんなになってやらんみたいなので切れたりとか、人と違うのじゃけなんなんみたいな感じでは思って、正義感強かったです。だけど弱い人をなんか結局いじめっ子ってさ、弱い人をいじめるじゃん、そのちょっと平均と違うとか、で私たちがそういう嫌がらせだったりとかそういう目で見られるっていう気持ちが分かってるけどさ、それこそ障害を持ってる子だったりとかちょっといじめられとる子に対してすごい気持ちが分かるみたいなのはちょっと今、そうだね、それかもしれない、なんか私も今の話で思い出したのが、中学生の時になんか不登校の生徒が結構おったの、学年に。で教室には入れんけど不登校の生徒が入るような教室があったんよ、他の人とかがいた。あったね。私結構週3でそこで昼ご飯食べに行きよったんよ、
なんか他の人は絶対食べに行かんけど、私はそのわざわざ不登校の子たちと仲良くしたいと思って、よく行きよって、なんか他の周りの子たち、私も今別に理由とかもなかったんだけど、なんか仲良くなりたいって思ってて、なんかあったよね。でなんかプロテクトしたいじゃないけど、その人たちを守りたいみたいな変な正義感がなんか確かにあったと思って、それもしかしたらなんか自分たちもそういうなんかことを言われて傷ついてどういう気持ちか分かる系、なんか抜け者にされるとか、ちょっと仲間外れにされる人の気持ちがなんか分かったような自分がおったかもしれない。確かに、それは面白いな。私はあんまそういうのに考えたことなかったけど、正義感強かった、周りのいじめられっ子に対して。でもいじめって動物の中でも他の例えば巣の中の同じ兄弟でもちょっと違ったら巣から追い出すとか、自分と違うのってね結構省くっていう割と自然ない、いじめっ子が悪いっていうわけではないんだけど、結構子供って割と残酷だけど、そういうところに対してはそこはもう本当大人とか周りの人がフォローせにゃ、いじめっ子も別にいじめたくていじめとるっていうか、割と本能的に感じたまま動いてる場合もあるけ、逆にそれでそのいじめっ子が変なコンプレックスを持つ可能性もあるけ、いじめられる側がかわいそうだけど、いじめる側の自然なことである、あんま分からんけど、いじめがないっていうのはおかしい。そうない自然なことではあるよね。俺が一番覚えとるのがさ、スイミーって勉強したよ。国語で黒い魚がおってさ、一人だけ違って仲間外れされるみたいな、それが一番衝撃的やった最初。俺もやっぱみんなと名前違うし見た目ちょっと違うからこうなるんじゃないかって怖くなって。醜いアヒルの子っていう話もあるね。それもなんかすごい覚えてる。ファインディングにもさ、片方ひれじゃないけど、ちょっと違うじゃない。普通の今思うとね、そういうことを教えようとしてるよね。確かに教材を通して。深かったね。道徳の時間とかでもそういうさ、あったね。そういうの習ったなって思いました。しんみりしたけど、なんかあれ今から冗談言うかと思ったらすごい。めっちゃ真面目な話を。しかも動物のいじめの話してる。すごいなんか深くなって。そう、まあ結局はアイデンティティってやっぱりさ、人によって全然違うし、まあ個人によってやっぱ流動的っていうかさ。そうね、小学校の頃と中学校の頃と高校の頃とさ、自分のことをどう考えてるかって変わっていくもんね。でその人が置かれとる状況だったりとか、周りのサポートのシステムだったりとかによって全然やっぱり違うけ、やっぱりすごいアイデンティティの問題ってがセンシティブだし、すごい難しいテーマだと思うよね。だけどまあこれは私たち一個人の体験であって、まあいろんなこうアイデンティティの問題だったりとか、ハーフの人たちが抱える、まあ、いろんなねまあ、悩みとかがある中の、まあ、一つの事例として捉えていただければと思うんですけれども、まあ、私たちみたいに、まあ、ハーフとしてアイデンティティの問題に、まあ、悩んでいる当事者だったりとか、私たちの視聴者に多いハーフの子供を持つ、まあ、親、まあ、それ以外にも、まあ、ハーフの友達がおらん人だったりとか、今までハーフだったりとか外国人の人とはあんまり関わってこんかった人にとっても、まあ、考えるきっかけになってほしいなと思って今回この動画を、作ってもらって、そういうお話をさせていただこうと思いました。他にもこういう経験をしましたっていうのがあったらコメントにぜひ質問も何でもコメントにお願いします。今後もこういう動画がもし、見たいなと思ったら Like, subscribe and comment。コメント、チャンネル登録お願いしおます。願いします。じゃあ See you in the next video! バイバイありがとうございました。で、実際ね、自分たちも、で、俺とに振る。俺じゃないでしょ。えそれじゃないでしょ。どうやって振ればいい？で、オリトにそこで止まるよ。で、それこの辺の人が言うやつじゃない。